料理長、無茶ですよ。無理しないで。家族で疲れを癒しに来た温泉宿で厨房が騒ぎになっていた。料理長がぎっくり腰で料理ができないらしい。でも、今日は満室なんだぞ。料理はどうするんだ。板長がおかみさんに怒鳴る。痛みの苛立ちもあってか、少し声が荒くなってしまっている。その怒鳴り声に周りのみんなが黙ってしまった。その時、隣にいた娘が、ママご飯作れるよ。ママだったら余裕だよ。ねえ、ママ。と、笑顔で私の手を引っ張った。こら、この子ったら。しかし、この娘の一言で私の人生は大きく変わることになった。私は笠間恵子。まだ小さい子供が2人いて目まぐるしい生活を送っている主婦だ。時計を見ると昼の13時。この時間であれば、いつもは家中の掃除をして、食器を片付け、買い物へ行く支度をして、と忙しく動いている時間だった。でも今日は違う。わあ、すごいね、ママ。小さいお川があるよ。パパ、早く早く。子供たちが目をキラキラさせながら景色を指さして歩いていた。私と横にいる夫が笑いながら子供たちの手をそれぞれつなぐ。綺麗ね。でもここでは走っちゃダメよ。怪我しちゃうし他のお客様もいるからね。小さい子供たちはあっちこっちに見える新しい景色に誘惑されながらも私の手をぎゅっと掴んで走り回るのを我慢できていた。今日は家族旅行。久しぶりに夫が長めの休みを取ることができ、張り切って計画をして田舎の温泉宿に遊びに来たのだ。温泉宿は少し古びていたが、古い建物特有の美しさがあり、景色もなかなかのものだった。古い宿の近くには建設予定の新しい建物ができ始めていて、まだまだこの辺りも人気があるようだ。稽古、ほら、あそこの景色綺麗だぞ。そうね、空気も美味しいし、来てよかったわ。夫もワクワクしているのか、私にいろんな景色を子供のように指さして教えてくれる。スキーやりたいパパ。そうだな、今日はやるって約束だもんな。部屋に着いた途端、子供たちが夫に飛びつく。この温泉宿の近くには小さなスキー場があることを事前に調べてきたのだ。私と夫が荷物を整理しながら、はいはいと部屋を出ようとする子供たちをなだめる。稽古、温泉に先に入ってきたらどうだ？え？いいの？すっごい楽しみにしてただろ？ほら、二人は見てるから大丈夫だよ。今日くらい羽伸ばして。あなた。夫が私の背中をさすってくれた。夫は仕事で忙しい身だったが、ありがたいことに休日になると子供たちの面倒を見てくれるいいお父さんだ。私はそれに甘えさせてもらっている。いつもありがとう。いいんだよ。終わったらまた合流してご飯でも食べようか。そうね。あなたもいっぱい遊んできてね。稽古も久しぶりの一人の時間、ゆっくりしてきなよ。ええ。夫が子供たちにモコモコの上着を着せてスキー場に向かっていく。手を振る子供たちを見送ってから、私も反対方向にある大きな温泉へと向かうことにした。気持ちよかった。ほかほかと温まった体を進ませながら宿の廊下を歩いた。温泉には何人かがポツポツといたが、広い温泉だったおかげで人を気にせずゆっくり楽しめた。さて、さっき連絡もあったし、みんなと合流しようかな。スマホを閉じて合流場所に向かう。長い廊下を歩いていると、何人かの女性の従業員さんが少し早足でかけていく。
綺麗な着物をきっちりと着て、すれ違う際はさっと横にずれて会釈してくれた。白い足袋が独特な足音を立てて私の横を通っていく。ほとんど聞こえない静かな布の音だったが、私の耳はそんな音でさえ心地よく感じた。忙しそうだな。でも働いてる従業員さんみんなキラキラしてるな。いいな。綺麗な着物を着て生き生きと働く女性の従業員さんを見て、私は羨ましいなと感じる。私も、ママー、聞きなじみのある子供の声に私はハッとする。廊下の向こうからいつの間にか子供たちと夫がスキーから帰ってきていた。顔を真っ赤にして子供たちが私に走ってくる。夫も疲れているようで子供たちが走り出すのを止められなかった。あ、こら、走っちゃダメって。あら。子供たちが誰かにぶつかってしまう。しっかりとした上品な服を着たお年寄りご夫婦にぶつかってしまっていた。私は急いで夫婦に頭を下げる。すみません、お怪我はありませんか？いえいえ、大丈夫よ。元気があっていいわね。ご夫婦は怒ったりせずに優しく子供たちに話しかけてくれた。おじいちゃん、おばあちゃん、ごめんなさい。大丈夫だよ。謝れるの偉いね。パパとママと旅行会？うん。ニコニコでご夫婦は子供たちの話を聞いてくれる。とても優しい方たちだった。怪我がなかったことに私も夫もほっと安心する。本当にすみませんでした。もう軽く当たっただけよ。お互い旅行を楽しみましょうね。はい、そちらも楽しんでください。ご夫婦と別れる。子供たちを叱った後に夫と胸をなで下ろした。いい方たちでよかったわ。そうだね。それじゃあ落ち着いたしご飯でも食べ行こうか。行く。ご飯。また夫と私で子供たちの手をしっかり握ってご飯を食べに並んで向かう。この宿風情があっていいよな。うん、決して新しくはないけど、掃除や手入れは行き届いていて長年のファンも多い。調べた時にも出てきたんだけど、料理に手が込んでいてとても美味しいみたいなの。歩きながらまた景色を見る。ずっと見ていても飽きない景色だった。ふと夫が私の背中をさすった。本当にやめてよかったのか？どうやら辛気臭い顔が出てしまったようだ。いいのよ。さあ、料理でも食べましょう。あれ？どうしたんだろう。向かってみると厨房が騒がしい。ダメですよ。無理しないで。板長。大きな声が聞こえてくる。その声は誰かが指示をしているというよりは少し強めに言い合いをしているようでもあった。つい気になってしまい、私が厨房の近くへと様子をうかがう。板長と呼ばれる老齢の男性が厨房のど真ん中で座り込んでいた。これくらい、いったたたたたた。ほら、まだ痛みが引いてないじゃないですか。最近急に冷え込んできたから持病の腰を痛めちゃったんですよ。周りの様子から見るにぎっくり腰になってしまったようだ。持病でもともと持っていた腰痛が冷えで悪化してしまったらしい。板長は腰を押さえて少し横になればできるなどと言っているが、どうにも立ち上がることすら大変そうだった。厨房にパタパタと慌てた様子のおかみさんがやってくる。無茶ですよ、無理しないで。でも今日は満室なんだぞ。料理はどうするんだ。それは。板長がおかみさんに怒鳴る。
痛みの苛立ちもあってか、少し声が荒くなってしまっている。その怒鳴り声に周りのみんなが黙ってしまった。そう、ここの温泉宿の料理は有名ではないが、知る人ぞ知る手が込んでいる繊細な料理。見よう見まねでできるような料理ではないのだ。おじいちゃん、痛いの？気づかないうちに夫と子供たちも厨房の近くまで来て一緒に様子を伺っていた。夫もピリピリした厨房に気づいたのか顔を出す。おかみさんが子供の声に気づいて私たちに頭を下げた。申し訳ございません。お見苦しいところを。いえ、そんな。私まで頭を下げてしまう。そんな様子を見た娘のゆめがおかみさんに向かって笑っていった。おばちゃん、ママご飯作れるよ。ママお料理とってもお上手なんだよ。こら、この子ったら。ママのお料理はプロなんだよ。立派なお仕事してたってパパから聞いたもん。あらあら。おかみさんは忙しいのに子供の話をちゃんと聞いてくれる。内心では焦っているだろうに、私たちの姿を見ると頑張って表に出さないようにしていた。そんなおかみさんを見て私は意を決して言う。お手伝いできることはありますか？え？一応、料亭で料理をしていた経験があるんです。もしよかったら、とりあえず一品作りますので、板長さんに味見してもらって良さそうならお手伝いします。従業員さんたちの顔が驚きの顔になる。おかみさんがやっと椅子に座れた板長さんと顔を合わせた。板長さんは少し悩んでいたが、腰をさすりながら頭を下げる。すみません。試しに作っていただいても。お客様ですのにすみません。大丈夫ですよ。失礼しますね。おかみさんにも頭を下げられてしまって、私は少し恥ずかしくなって少し駆け足で厨房に入った。たくさんの食材が目の前にドンと積まれている。そんな食材を手に取るとなんだかワクワクした。手が動く。頭の中で思い出しながら動いていたが、体は意外と覚えているようで自然と料理ができた。手早く作った料理を板長さんとおかみさんに渡す。これは美味しい。あら、優しい味。私たちの宿の雰囲気にも合ってて、なんていい料理。板長さんは改めて私に頭を下げてくる。さっきよりも深く頭を下げてきた。どうやら料理を認めてくれたようだった。すみません。本当にすみません。よろしくお願いします。板長さん、腰が。まだ無理しないでください。大丈夫です。任せてください。時間もあまりなかったため、私は早速料理を作り始めた。多少内容の変更をしながらも、できるだけ元々のメニューに近い料理を作る。厨房では腰をいたわりながら板長さんが私の料理を横で見てくれていた。料理の味はもちろんだが、この温泉宿は小さい子から年齢の高い方まで様々な年齢層がお客様としてやってきている。料理は料理人のエゴではなくお客様のことを考えて作るもの。食べやすさを重視し、食材の柔らかさや切り方を工夫した。そんな私を横で腰をいたわりながら座っている板長さんが見ていた。たまにうなずきながら私の料理している様子を注目している。そして従業員さんやおかみさんのフォローもあってか、大きなトラブルが起きることはなく、私は見事に料理を作り終えた。今のでラストです。乗り切った。お疲れ様でした。私も厨房にいた従業員さんも板長さんもみんなが大きなため息をつく。
厨房は糸が切れたかのように張り詰めていた緊張感が一気に緩んだ。そこへ下げてきた膳を持ってきた仲居の皆さんが、先ほどとは打って変わったような明るい笑顔でやってくる。すごいです。料理が美味しいって大評判です。いつもと違うのもいいねって常連さんが言ってくれました。私は顔を真っ赤にして、ありがとうございますと伝える。恥ずかしかったけれど、それよりも嬉しくてしょうがなかった。無事に片付けも終え、おかみさんと従業員さんたちがねぎらいの言葉をかけてくれた。本当に助かりました。なんてお礼を言えばいいのか。お疲れ様でした。ありがとうございます。おかみさんが何度も何度も私に頭を下げてくる。とってもお疲れでしょう。今日はもうお休みください。お礼は改めて後日させてください。本当にありがとうございます。いえいえ。では一度これで。お疲れ様でした。心地よい疲労感で部屋に戻る。静かにドアを開けると、子供たちは寝静まっていて、夫が一人待っていた。目の前にはお酒とおつまみが。おかえり、疲れたでしょう。ただいま。ごめんね、せっかくの旅行なのに。夫の横に私も座る。何言ってんだ。料理してる稽古を子供たちが喜んで見てたぞ。え、見てたの？ご飯を食べ終わってから厨房にチラ見しに行ったんだ。真剣に料理してるママを見て、かっこいいねって。そっか。夫から話を聞いて嬉しくなった。やっぱり料理って楽しい。今からでも戻ってみたら？夫が言うが、私はいろいろ思い出して首を振った。もうあんな思い嫌なのよ。次の日、厨房は落ち着いたのか、別の従業員さんを呼んだのか、私が呼ばれることはなく、しっかりとした朝食が部屋に運ばれてきた。解決したみたいだね、よかったね、と家族で話しながら、のんびりと朝食をいただく。食べている最中で、部屋におかみさんがやってきた。昨日は本当にありがとうございました。いえいえ、私も久しぶりに料理ができてとても楽しかったです。それで、実は昨日の夕食が美味しかったというお客様で、昨日の煮物をぜひ持って帰りたいという吉田様というお客様がいらっしゃいまして、吉田様はごひいきにしてもらっているお客様なので、最後にお願いすることはできないでしょうか。本当ですか？全然いいですよ。夫に子供たちを頼んで、私は早速厨房に行く。おかみさんからは、お客様にはお待ちいただいているのでゆっくりでいいですよと言われたが、昨日の感覚がまだ忘れられずにいて、すぐに厨房へと向かってしまった。張り切って昨日と同じ煮物を作り始めて、教えてもらった弁当箱の中に詰める。それを包んで受付に持っていくと、なんと昨日子供たちがぶつかってしまった老夫婦が立っていた。あら、昨日の。あ、昨日は子供たちがすみませんでした。いいのよ、いいのよ。元気な子供大好きよ。老夫婦が私の持っているお弁当箱を見て驚く。吉田様でしょうか？そうよ。もしかしてあなたが作ってらっしゃったんですか？はい、そうなんです。いつもここの宿に来てるんだけど、昨日の料理がちょっといつもと違う感じがしてね。特に煮物なんだけど、私たちみたいな年寄りでも食べやすいように柔らかくしてあって、心がこもってて、とても美味しかったわ。ありがとうございます。そう言ってくれると嬉しいです。あなたの料理はどこで食べれるのかね。これからも食べたいんだが。ああ、実は料理人じゃないんです。今は料理をやめていて。私がそう言った途端、
二人が寂しそうな顔をした。そうなのね。残念だ。すると、そこにおかみさんがやってくる。老夫婦への挨拶もそこそこに、そのことなんですけど、と私に話しかけた。板長が復活するまでにもう少しこちらのお手伝いをしていただけないでしょうか。笠間様のお料理がとても大人気で、板長も料理の腕が素晴らしいので、ぜひお願いしたいと。え？おかみさんの言葉に私は心が躍った。でも、すぐに子供と夫の顔を思い出す。少し家族と相談させてください。私は先に部屋に戻って夫に話すことにした。スカートってことじゃないか？夫が嬉しそうな声を上げる。私は夫の顔を見てほっとしてしまった。真っ向から反対されなくてよかったと思ってしまう。ちょうど子供たちも冬休みだし、その間ぐらいやってこいよ。子供たちも赤ちゃんじゃないし、俺が一人で見れるし。あなたに押し付けになっちゃわないかしら。共働きしてた時だってあっただろ。大丈夫だよ。すると、横にいた子供たちが目を輝かせて私の袖を引っ張る。ママ、またお料理作るの？ママ、かっこよかったから活躍してきて。こうして私は夫と子供たちが背中を押してくれるようにしばらく温泉宿で料理をすることになった。私の料理は毎日お客様からの声が届いた。食べやすい、どこか懐かしい味がすると温泉宿に多い高齢者を中心に人気になった。約1週間後。いやー、本当にありがとうございました。復活した板長が私にお礼を言う。板長さんは特にたくさん勉強させてもらったととても喜んでいた。こちらこそです。久しぶりに料理をすることができて本当に楽しかったです。おかみさんは強く私に握手をしてくれた。こんなにも繊細な料理ができるなんて、どちらにお勤めになっていたかお伺いしても？板長さんが聞いてくる。実は私、料亭の桜木で料理長をやっていたことがありまして。一同が驚いた。料亭の桜木。地元では有名な料亭で、この業界の人なら誰でも知っているくらい美味しいと噂の場所だった。高級料亭の？はい。ただ、女性で料理長なんで、あまりよく思われていませんでした。兵道という副料理長がいるんですけど、その人からは特に、私の意見なんて一切受け入れてくれなくて。そうなのだ。もともと私は料理長として働いていた。だが、実際に料理長として働き始めると地獄が待っていた。職場では女性の料理長をよく思わない人が多かった。料理長の仕事は24時間で、特に夜がメインの仕事。特に料理には仕込みをする過程がとても大事なため、時間が必要だった。そしてその時期に私にはすでに子供が2人いた。夫と共働きなので、幼い子供が急な熱を出すと帰らないといけない。料理長としての仕事と育児は両立がとても難しかった。すみません、子供が熱を出したようなので少し早めに上がります。またかよ、これだから女は。子供が理由で早めに帰らなくてはいけなくなるとき、一番最初にネチネチと私に嫌味をぶつけてきたのは兵道という副料理長だった。女は楽だよな。子供を理由にしてくっそ忙しい中で涼しい顔して帰れるんだもんね。そんな。なんだよ、実際そうだろ？これだから女と仕事するのは嫌なんだよ。女が料理長とか仕事なめてんだろ。
兵道は同じような言葉をいつも私に言ってくる。繰り返し聞かされるせいで、私の頭の中にはいつも兵道の言葉が残っていた。それから兵道はあからさまに私に嫌がらせをするようになった。1、2、3。数が足りない？発注していたはずの食材が足りない。しかも何度も。兵道が担当していたものばかりなので、すぐに気がついた。兵道さん、最近よく発注間違えてるわ。次は気をつけて。俺はしっかりやってるけど。これだから女は。何でもかんでも人のせいにするよな。女だとか発注に女も男も関係ないじゃない。しっかり仕事してください。はいはい。女の上司って情緒不安定で大変だわ。兵道の態度は日に日にエスカレートしていく。嫌がらせ行為も数も度も増していくので、上司に兵道の相談をする。困るんです。嫌がらせで仕事が増えるんです。いやー、そう言われてもね。風間さんもよく早退するでしょ。うちも人が足りないからね。風間さんが早退した後、大変なんだよ。今の時代、こういうこと言いたくないけどね。上司はそう言って全く掛け合ってくれない。仕事をしたいのに仕事を邪魔され、しなくてもいい仕事が増える。仕事がうまくいかないことに私は苛立ってしまっていた。くたくたに疲れた体に鞭を打って家に帰っても家事をやる。ママ、今日ね。待って、今忙しいの。後にして。ママ、疲れてる？一緒に寝たら。寝てる暇なんてないの。ちょっと黙ってて。子供が話しかけるのに対し、私は大声を返してしまう。だが、すぐさまハッとして子供たちを見る。大声を出した私と目が合うと、泣きそうな顔で目をパッとそらした。今の八つ当たりだ。こんな小さい子に。ごめん、大声出してごめんね。私はとっさに子供たちを抱きしめる。子供たちもすぐに私を抱きしめ返してくれた。ママ、お仕事の邪魔してごめんなさい。心配してくれたんだよね。二人ともありがとね。怒鳴っちゃってごめんね。仲直り？仲直り。子供たちの泣きそうな顔が一気に晴れる。そんな子供たちを見て、また明日も頑張ろうと思うことにした。でも、私の体は持たなかった。数ヶ月で何キロも痩せてしまった私は、まともに睡眠もとることができなくなってしまう。寝ようとしても、次の日の仕事が心配で眠れなくなってしまったのだ。夫もできる限りはフォローしてくれているが、彼も立派なサラリーマン、フォローにも限界があった。最初、あんなに楽しかった料理の仕事は、増えていく仕事と兵道の罵倒で頭がこんがらがってきていた。何のためにこの仕事してるんだろう。仕事の意味もわからなくなってきて、ついにノイローゼ気味になってしまった私は、夫と相談して、あんなに大好きで憧れていた仕事を辞めてしまったのだ。でも、ここに来て、料理ってやっぱり楽しくて素敵で、改めていいお仕事だと再認識することができました。皆さんもとっても素敵で、出会えて本当に良かったです。いつの間にか視界が涙で歪んでいた。なぜか宿の皆さんに全てを話したくなってしまっていた。おかみさんも板長も従業員さんたちも私のことを慰めてくれる。そうだったんですね。私の背中を落ち着かせるようにおかみさんが撫でてくれた。その手はとても温かくて、さらに涙が出そうになってしまった。でも、時間を見て私は涙を拭いた。机に用意しておいたお弁当箱を持って、厨房にいる皆さんに頭を下げる。
皆さん、本当にありがとうございました。吉田様にこちらをお届けしてから帰ります。最後に煮物をたくさん作っておいたので、よかったら皆さんも食べてくださいね。そうして私は受付にいる吉田ご夫婦に会いに行った。ご夫婦は今日も仲良さそうに二人で待ってくれている。だいぶ顔なじみにもなり、私の顔を見ると笑顔で出迎えてくれた。吉田様、今日もありがとうございました。実は今日で最後になりまして、大好きだと言ってくれた煮物の作り方は板長さんに伝えておいたので、これからは私がいなくても大丈夫ですよ。恵子さん、今日で終わりなの？はい、短い間でしたがありがとうございました。料理を楽しいと再認識できるきっかけをいただきました。そう私は吉田ご夫婦にお礼を伝える。顔を見るとおばあさまの方がニコニコの笑顔で私の腕を掴んだ。お弁当箱を受け取らずに私に優しく話しかけてくれる。あなた、また料理を作ってみる気はないかしら？え？するとおじいさまの方が私からお弁当箱を受け取って説明をしてくれる。おばあさまが受付から外を指さす。そこには旅行した時に見えた建設途中の新しい建物だ。この温泉宿の近くに提携先として高級老人ホームを作りたくて、ぜひそこの料理長として働いてほしいと思うんだけど、どうかね。私たち恵子さんの人を思いやる料理に感動したの。そんな思いを入居してくださる人たちにも味わってほしいんです。でも私、お子さんのことですか？大丈夫です。もちろんサポートはさせてもらいますよ。私たちの老人ホームでは女性が働きやすいように保育士を常駐させてるの。そこで子供たちとお年寄りの交流もしてるの。ご夫婦は私にたくさんのお話をしてくれた。吉田さんご夫妻はなんと全国に有料老人ホームをいくつも持っている会長だという。ぜひ私にお願いしたい。二人で話そうと思ってたと伝えてくれる。お家に帰って旦那さんと相談してみてほしいわ。わかりました。その日に夫に相談する。すると夫がまた嬉しそうにいい話じゃないかと喜んでくれた。恵子は自分で全部抱えちゃうところあるけど、俺も家族なんだ。頼ってくれていいんだよ。あなた、夫と二人で改めて仕事の確認をすると、温泉宿までは車で1時間ほどだから通えない距離ではないことや、私自身が料理をすることが楽しかったこと、人が良かったことなど、いろんなことを踏まえて断る理由がなかった。後日、改めて吉田夫妻にぜひやらせてほしいと連絡を入れる。新しく私は仕事を始めることになった。そしてこの選択は予想外の展開が待っていた。数ヶ月後、私は温泉宿の近くにできた高級老人ホームで料理長として働き始めた。温泉宿に来たお客様同様に、料理が美味しい、いつも楽しみだとの声が私のやる気を奮い立たせてくれる。仕事が終われば温泉宿に子供たちと遊びに行き、温泉に浸かってから帰るような日々が続く。おかみさんや板長とも未だに交流があり、板長とは料理を日々研究する仲にまでなっていた。大変な仕事ではあったが、昔と比べて邪魔をしてくる人もいなく、だんだんとトラウマだった兵道のことなんて頭から忘れていた。充実した日々だった。そんな中、ある日スマホの着信が鳴る。え？画面を見て私は固まってしまった。なんと画面に書いてあるのは兵道の名前だった。
いろいろと思い出してしまったが、私はまだ職場にいる。周りを見て深呼吸をすると自然と落ち着けた。人がいない場所に移動してから電話を取る。もしもし、笠間です。お前、どういうつもりだ？開口一番に聞こえてきたのは、あの聞き覚えのある土星だった。一瞬だけ体がひるむ。一体何のご用でしょうか。何じゃねえ。吉田グループとの取引がなくなった。お前のせいだ。兵道の話を聞いて私は、あーと察してしまう。実は私が働き始めた頃、おかみさんが吉田夫妻に私の話をしていたのだ。夫妻が経営する吉田グループは、高級料亭桜木とも取引をして、ラグジュアリーな老人ホーム建設計画を立てていた。その話を夫妻がふとおかみさんとしているときに、おかみさんが、でも、と夫妻に私の話をしたのだ。夫妻は二人してその話を聞いて、私に本当かどうかを聞いてきた。隠すことではなかったため、私が辞めることになったことの顛末を話すと、二人ともいつもの上品な顔を真っ赤にして怒ってくれた。そして吉田夫妻は料亭の桜木について調べることにしたのだ。すると兵道の嫌がらせは未だに会社に容認されていて、同じようなことを繰り返しているという。気に入らない相手に嫌がらせをしてはミスを押し付けている行為を知った夫妻はさらに激怒。桜木との取引はなかったことにと白紙にした。そこで兵道の名前はもちろん上がってしまい、兵道は解雇される予定らしいのだ。今の今まで解雇の通知が兵道に行っていなかったらしい。お前のせいだぞ。どう責任取ってくれるんだ。癇癪を起こすように電話越しで叫ぶ兵道の声を聞いて、私は頭が冷静になっていった。なんだかわがままを言う小さな子供みたいに思えてくる。私、なんでこの人に怯えてたんだろう。全然怖くないじゃない。電話越しでも聞こえるような大きなため息をしてから、私は言いたいことを整理して口に出す。私は感謝しています。今の私があるのは兵道さんのおかげですから。それではそちらも頑張ってください。兵道は何か叫んでいたが、スマホから耳を離して電話を切る。そしてその指でそのまま兵道の連絡先をブロックした。過去を割り切れた感じがしてすっきりした気分だ。厨房に戻ると他の従業員さんが私にお疲れ様ですと笑顔で言ってくれる。夢を諦めなくてよかった。嫌がらせには一回めげてしまったけど、諦めなかったからこそ今こうしてここに立つことができている。これからも人を笑顔にする大好きな料理をしていきたい。今日も私は厨房に立ち続ける。定年前で悪いけど、今日でお前はクビだ。後任にはもっと優秀な東大卒のエリートを使うから、さっさとここから出ていけ。中卒のあんたがいると、経費の無駄になるだけだからな。本社から来た東大卒の西山という若手エリート社員は、年下ながら俺の上司になった。すると彼は、俺が中卒であることを理由に、たびたび突っかかってくるようになる。そして、とうとう西山は、俺に首を言い渡してきたのだ。どんだけ長くいたのか知らないけど、平社員止まりってことは、相当無能ってことなんだからな。勉強も仕事もできない役立たずは、俺の目の前からさっさと消えろ。言いたいことは山ほどある。だが、こいつとやり合うのは、もううんざりだ。まあいい。俺にも考えがある。俺が会社を辞めた翌日、西山からの着信が。電話口では随分と焦っている様子だ。戻ってきてくれ。俺は電話口でほくそ笑んだ。
中卒の俺の逆襲が今始まる。俺の名前は中尾進。あと少しで定年を迎えるしがないサラリーマンだ。俺の家は裕福じゃなかったので、両親の助けになればと思い、高校には行かず、紆余曲折を経て今の会社に入った。決して周りのように学はないが、誠実さを第一に仕事を頑張ってきた。若い頃は出社すれば必ず取引先を回り、彼らの話に耳を傾けてきた。何か非常事態が起きれば真っ先に駆けつけ、繰り返し謝罪をしながらその後のフォローに努めた。あまりの愚直な仕事ぶりに周囲は半分呆れていたが、エリート出世コースに乗っかることに関心がなかったし、俺はただ人に喜んでもらえることが嬉しくて天職だと思っていた。その信念は今でも変わることはなく、この年になっても季節や年度の節目には必ず取引先に出向き、信頼関係を築いてきた。そうして俺は入社以来、仕事にひたすら情熱を燃やし続けてきたが、家庭のことはすべて妻に任せっきりにしていた。妻のおかげで子供たちは立派に育ち、今はそれぞれ家庭を持っている。せめてもの罪滅ぼしというわけではないが、定年を迎えたら、妻とゆっくり旅行に行こうと考えているところだ。そんなある日のこと、本社から新しい上司がやってくることになった。西山亮太というその男は37歳と、俺よりも年下で、なんと部長になるのだという。だが、彼はちょっと一癖ある人間らしく、初日の挨拶では、はじめまして、西山です。この度、縁あってこちらの支社に参りました。まあ、なんですね。ここは少々田舎じみてますが、いいところですね。と、まあ、随分と上から目線が鼻につく物言いで、社内の空気は気まずくなった。俺は、そんな空気を払拭すべく、口を開いた。中尾と言います。ここでは一番の年長者ですが、どうぞよろしくお願いします。そう言って、俺なりに満面の笑みを浮かべたが、西山は俺を一別するだけだ。そうだ。早速だけど、アジェンダって何時の予定？アジェンダ？俺が首をかしげていると、隣の社員が、午後の2時からです。と言った。すみません。俺はたまらず手を挙げた。アジェンダって何ですか？すると、西山はしかめっ面になり、小さく舌打ちをした。はぁ？今時そんなのもわかんないのか？会議のことに決まってるだろ。たく、これだからジジイは使えないんだよ。なあ、そう思うよな。そう言って、みんなに同意を求めるものの、一様に苦笑いを浮かべるだけだ。まあいいや。っていうか、この部署って大したやついねえな。来る前に学歴調べさせてもらったけど、どいつもこいつも三流大学じゃないか。東大出ている俺からしたら、みんなレベルが低いっていうか。頼むから、俺のレベルについてきてくれよ。西山がそう言うと、周りの空気が一瞬で凍るのが分かった。これはまずい。仕事に学歴なんて今は関係ないんじゃないでしょうか。はぁ？大ありだろ。頭いいやつは仕事ができる。常識だろ。現に中卒のあんたはアジェンダってわからなかったろ。中卒で、しかも常識知らずのじじいってたちが悪いよ。そう言って高笑いしながら、俺が中卒であることを馬鹿にしてきた。はあ。俺はただそれしか言えず、社内に微妙な空気を残したまま、いつもの仕事に取り掛かったのだった。
これをこうして、あれ？中尾さん、クリックは左ですよ。ああ、そうだった。当たり前のようにパソコンを使うようになった今でも、機械物にめっぽう弱い俺は、まだまだわからないことが多い。年下の同僚に教えてもらいながら、四苦八苦していると、すかさず西山がやってきて。おいおい、じじいはパソコン一つも満足に使えないのか？いやー、老害って仕事にも影響してくるから困るんだよね。お前もこんなことで手止められたら迷惑だよな。そう言って同僚の方に肘を乗せる。いや、別に迷惑とは思いませんよ。むしろ中尾さんには仕事の面でいろいろお世話になってますので。すると、俺たちの会話を聞いていた他の同僚たちも同様にうなずく。ほんと、私も中尾さんにはすごくお世話になってますから、お互い様ですよね。僕も中尾さんには結構頼っちゃってるな。お前はいろんな人に頼りすぎなんだよ。他の同僚から茶化され、どっと笑いが起きる。だから、中尾さん、これからもどんどん頼ってくださいね。ありがとう。俺は心優しい同僚たちに心から感謝した。だが、西山はただ一人面白くなさそうな表情を浮かべていた。それからも西山はことあるごとに俺に突っかかってきたり、上げ足を取るようなことをたびたび言ってくる。おいおい、じじいが何をちんたらやってんだよ。時間がなくなってくぞ。すみません。今なんて言ったのか聞こえないな。どんだけ長くいたのか知らないけど、平社員止まりってことは相当無能ってことなんだからな。他にも同僚の女性社員とちょっとした雑談を交わしていると、必ず西山が割って入り、なあ、こんなじじいと関わってたら損するよ。俺でよければ話聞かせてもらってもいいんだよ。さあ、コーヒーでもおごるよ。そう言って気持ち悪いほどの満面の笑みを見せながら、俺から遠ざけようとしてくる。俺が仕事のことでちょっと同僚に話しかけると、おいおい、未来ある社員の時間を奪うなよ。わからないことは自分で解決しろ。と、必ず西山からの邪魔が入る。すると次第に、誰一人、俺に話しかけてこようとしなくなった。これでは仕事にならない。俺は、だんだん気がめいってきていた。そうして、西山が来てから1ヶ月が経った時のことだった。今日は月1回の大事な会議の日。本社から役員も参加することになっており、社内は緊張感に包まれていた。時計を見ると時刻は11時半を指している。会議は2時に行われることになっており、その前に資料の確認をしたかった俺は、早めのお昼に向かおうと席を立った。その時、中尾さん、2番に内線入ってます。俺は空腹を感じながらも電話を取った。もしもし。おい、お前何してるんだ？会議もう始まってるぞ。西山が電話口で怒鳴っている。でも会議は2時からでは？とにかく早く来い。俺は急いで会議資料と必要なものを手に会議室へ急いだ。遅れまして申し訳ありません。俺は頭を下げた。すでに参加者は勢ぞろいしており、俺に対して冷ややかな目を向けていた。見ると西山が鋭い目つきでこっちに来るよう顔をしゃくってきたので、俺はいそいそと指定の席に向かった。会議は何事もなかったかのように再開されたが、俺は
最後まで内容が頭に入ってこなかった。申し訳ありません。時間が変わったとは知らされていなかったもので。部署に戻ってきた俺は、西山から一通りの叱責を受けた後、こう弁明した。は？そんなことはない。俺はあなたにメールでリスケのことを伝えた。メール？俺はデスクに戻り、パソコンのメール画面を開いた。だが、西山からのメールは何一つ受信されていない。すると、隣の席の同僚が、あっと声を上げた。中尾さん、これアップデートされてませんよ。アップデート？なんだそれは。すると、西山は、はーっと呆れたように深いため息をつきながら、これだから困るんだよ、じじいはよ。そう言って、俺のデスクを思いっきり叩いた。今日でお前はクビだ。後任にはもっと優秀な東大卒のプロパーを使うから、さっさとここから出ていけ。あんたがいると経費の無駄になるだけだからな。そう言って、彼は足音を大きく響かせながら出て行ってしまった。俺はもう、この辺りが潮時なのかもしれない。正直言って、西山が来てからの1ヶ月間、会社に来るのが億劫でしょうがなかった。俺なりによく勤め上げたと思う。早速デスクを片付けていると、中尾さん。数人の同僚たちが俺のところへやってきた。マジで辞めるんですか？俺は苦笑いで返す。まあ、どちらにしても定年が来るまであと少しだったしね。中尾さん、ごめんなさい。そう言って、一人の女性社員を皮切りに、次々とみんなが頭を下げた。部長がいる手前、中尾さんにはなかなか声かけづらくて。俺もです。私もですと、みんなが口々に言う。まあ、そりゃあんなこと言われたらそうなるよな。俺は苦笑いしながら同意した。俺、中尾さんには辞めてほしくないです。いつも隣で仕事をしている同僚が口を開いた。それと、思ったんですけど、会議の時間が変わったって、あれ、わざとやったんですよ。普通そんな大事な会議の時間が変わったら、口頭で伝えるもんじゃないですか。わざとね。だってあの人、中尾さんのこと、いっつもじじいとか、古臭いとか、そればっかりじゃないですか。俺、内心ムカついてました。彼の発言にみんなもうなずく。そんな思いをさせていたとは想像もしなかった。俺はみんなに向けて頭を下げた。みんな、ありがとう。中尾さん、考え直してください。だが、俺は顔を上げ、かねてから考えていたことを打ち明けた。この辺りが潮時だと思っていたところだったんだ。それに、今までずっと仕事ばかりにかまけてきたからね。老後は妻とゆっくり過ごしたいと決めていた。ただ、俺は一瞬ためらったものの話を続けた。みんなに迷惑をかけてしまうことがとても心苦しいよ。本当に申し訳ない。中尾さん。ただいま。おかえり。手洗いを済ませ、リビングに入ると、妻のマミがパソコンに向かって熱心にカタカタさせている。これがこうなのよねーと、ブツブツ言いながらも生き生きとしている。今日カレーだから適当に食べてね。マミはパソコンの画面から目を離すことなく
それだけを言ってきた。マミは長年専業主婦としてこの家を支えてきてくれたのだが、子供たちも独立し、今は近所の保育園で給食調理の仕事に週4日ほど行っている。最近、同僚からパソコンで YouTube を見るのが楽しいとの話を聞いたらしく、マミもそのノリに乗っかろうと始めたらしい。今日はどこまで頑張ったんだ？今日はやっと、なんとかアカウントみたいなのを作れたの。でも、まだまだ先は長いわよ。そう言って、マミは力こぶを作りながら笑う。俺は勇気を出し、思い切って口を開く。実はさ、俺、今日会社辞めてきた。すると、妻は一瞬黙ったものの。そう、おめでとう。よく頑張ったわね。そう言って、俺のメタボバラをパーンと叩いた。驚かないのか？すると、妻はほがらかに続けた。だって、あなたは今まで私たちのために頑張ってきてくれたんだもん。その分これからは楽しみましょう。これを機会に、あなたもパソコンやってみる？そうおどけるマミを見て、俺は思わず笑いがこぼれたのだった。俺が辞めたとしても、彼の態度は変わらない。彼の下で仕事をする同僚たちのことは気がかりではあるものの、マミの言う通り、第二の人生を楽しく過ごそう。そうして、俺はかねてから思っていたことを実行に移すべく、スマホを手に取った。会社を去ってから1週間が経ち、絶賛有給消化中だった俺は、気晴らしにとマミを誘ってご飯を食べに行くことにした。まあ珍しい。もしかしたら明日嵐が来ちゃうかも。そう言ってマミがカラカラと笑う。仕事をしていた時は家族サービスをおろそかにしてしまったからね。ふふふ。まあ何はともあれ、久しぶりに楽しみましょうね。予約したレストランはちょっとこじゃれたレストランだ。会社にいた時、会社の女性から、ここ、すごく美味しいんです。と教えてもらったことがあるが、男だけでは入りづらい雰囲気だったので行けずにいた。妻と一緒なら恥ずかしさも半減するだろうということで思い切って予約したのだ。すると、そこに思わぬ人がいた。おやおやおや？どこかで聞いたことのある声で、ある人物がニヤニヤしながら近づいてきた。部長。こんな店に来ることあるんですね。若い人が多いでしょうに、おじさんが入って恥ずかしくないんですか？別に年齢制限があるわけじゃないだろう。偉そうな物言いは相変わらず健在のようだ。俺たちはこれから会社をかけた一大プロジェクトを控えていてね。その前祝いで来たんだ。あ、そうそう。そう言って西山が人差し指をピンと伸ばし、隣の男を指さした。彼が後任のホタニくんね。ホタニくん、この人がこの間話してた例の。すると、ホタニと呼ばれた男は、怪げそうな顔をしながら会釈してきた。はじめまして、中尾です。東大卒って聞いてるよ。さすが部長が推した人間だけあるね。はあ。明らかに俺のことを汚いものを見るような目で見ている。彼は本当に優秀なんだよ。そうそう。お前と一緒に仕事してた奴らが最近次々と辞めていったんだよ。まあ、あんな雑魚みたいな人間使えないと思ってたからちょうどよかったけどな。あ、彼は私の上司だった西山部長だ。
部長、こちらは妻のマミです。俺は思い出したかのように西山に妻を紹介した。はじめまして、主人が大変お世話になりまして。そう言ってマミは、陰銀無礼に頭を下げた。どうも、奥さんもこんなご主人と一緒で、さぞかしご苦労されたことでしょう。あら、そんなことはないですよ。部長さんもお若くして昇進してすごいわね。すると、西山がとんでもないことを言ってきた。奥さん、知ってます？彼、実は会社解雇になったんですよ。まあ彼の実力を考えると仕方のないことかもしれませんが。俺も妻も返す言葉がなかった。あ、そうそう。そういえば聞きましたよ。あなたの別名。そう言って西山はニヤニヤしながらその別名を口にした。土下座の中尾。随分とシュールなあだ名だな。そう思わないか、ホタニ。はい、確かに。そうして二人は顔を見合わせて笑い合った。取引先で何かあると必ず土下座をすることで有名だったそうですね。最初聞いたときは何かの冗談かと思ったよ。西山の顔が意地悪く歪んだ。そうやって簡単に土下座できるってさ、あんたにはプライドってもんがないわけ？こちらに不手際があれば謝罪するのは当たり前でしょう。だが西山の暴言はとどまることを知らない。俺も一度はその土下座しているところを見てみたいもんだな。どうだ？よければ今、この場で俺に土下座してみないか？なんなら、あんたの退職も考え直してやってもいいぞ。え？なんてな。冗談だよ、冗談。土下座で解決できると思ったら大間違いだ。お前ごときの土下座なぞ、安い安い。高笑いの止まらない西山の前で、俺は口を一文字にして耐えていた。まあ、そうやってへこへこと会社にしがみついてきたんだろうけど、結局は定年までいられなくてざまあねえな。中卒のお前なんて、所詮この程度だってことよ。勉強も仕事もできない、落ちこぼれめ。さ、行くぞと、ホタリに声をかけ、西山は颯爽と去っていった。せっかくの楽しい時間が台無しになってしまった。そう思い、俺がうつむいたままでいると、マミが手を握ってきた。マミ。マミは精一杯笑顔を保っているものの、目が湿っていた。お父さん、よかったじゃない。あんなろくでもない上司のいる会社を辞められて。ああ。俺は返す言葉がなかった。するとマミは突然店員を呼んだ。すいません。赤ワインで何かおすすめありますか？いや、昼間っから酒っていうのは。あんな湿っぽい空気を一掃するにはお酒が一番。そう言うと、マミはカラカラと笑い飛ばした。帰ってから楽しみだわ。マミはすっかり上機嫌だ。俺は改めてマミという素晴らしい女性と結婚できたことに心から感謝したのだった。溜まった有給をすべて消化し、俺は正式に会社を辞めた。だが、そんな翌日のことだった。マミは仕事に出かけてしまい、俺はソファーでのんびり読書にしけ込んでいた。突然スマホから大音量が響き渡り、半分うたた寝していた俺はソファーからずり落ちそうになった。画面を見ると思わぬ人物からだった。もしもし。
この間の話した一大プロジェクトの10億の案件のことだが、先方があんたじゃないと取引をしないと言ってきたんだ。電話口の西山の声は震えていた。俺は浮き足だった気持ちを抑えながら。それで何か？戻ってこい。なんなら案件が終わるまでアルバイトで雇ってやる。もちろん社長に掛け合ってやるよ。でも、引き継ぎの時、部長にリストを渡しましたよね。そんなのチェックしてるわけないだろ。なぜ口頭で言ってくれなかったんだ。西山の苛立ちと焦っている様子がひしひしと伝わってくる。部長が時間の無駄だからリストだけ送っておけって言ったんですよ。私は口頭でちゃんと引き継ぎしたかったのですが。だったらその時口頭で言えよ。それだけ重要なことだったら普通直接言うのが基本だろ。そうですか。では、重要な会議の時間変更も口頭で伝えるべきですよね。今はそんな話をしてる場合じゃないだろ。とにかくさっさと戻ってこい。申し訳ないのですが、私は会社を解雇された身なので、そちらには来れません。まあ、どのみち、どの取引先からもお断りの連絡がバンバン来ると思いますけどね。それでは。俺は電話を切った。西山は最後までギャンギャンと吠えていたけれど、こっちの知ったことではない。仕事のほとんどを部下に丸投げしていた西山は、俺から引き継いだ案件の詳細をよくわかっていなかったらしく、西山に愛想を尽かしてしまったほとんどの取引先が取引をやめたいと言ってきたらしい。今の取引先から切られてしまうと、会社の経営は一気にガタ落ちする。今頃会社は蜂の巣をついたような騒ぎとなっているだろう。そこからさらに1ヶ月が経ち、またも西山から着信があった。もしもし。おい、どういうことだ。随分と怒り心頭になっている。一体何か？しらばっくれるな。今すぐあの動画を削除しろ。ああ、そのことですか。西山が慌てふためく様子を想像し、俺はニヤニヤが止まらなかった。ひょんなことで始めたパソコンにもすっかり慣れたマミは、従来の好奇心旺盛な性格も手伝ってか、なんとこの年になって YouTuber デビューを果たしてしまった。主に60代の生活と題して、60代女子のモーニングルーティーンというタイトルで、朝起きてからどんなことを過ごし、どんな食事をしているのかといったことが時系列に紹介されている。撮影や編集はもちろん妻が行っており、若者に人気の YouTuber の動画を見て勉強したり、SNS で知り合った動画クリエイターの人たちに教えてもらいながら、毎日コツコツと腕を磨いているようだ。会社を辞めたあの日、俺は思い切って西山から受けた数々の仕打ちや暴言を打ち明けた。案の定、マミは顔を真っ赤にして怒ってくれた。すると、マミがとんでもないことを提案してきたのだった。それは、私が西山から理不尽に責められ、会社を解雇されたことを暴露するとともに、密かにカメラを回していたレストランでの出来事をうまいこと編集し、サイトに上げようというのだ。最初この計画を聞いたときはかなり悩んだ。この動画が上がれば、西山や会社が袋叩きに遭うだろうが、それは同時に一生懸命頑張っている社員たちの足を引っ張ることにもなりかねない。だが、会社の未来を考えると、これ以上このまま指をくわえて日々を過ごすことができなかった。動画はかなりの話題になったらしく、早速特定班が動いたことで、ツイッターで拡散され、ニュースにもなった。会社には連日のように問い合わせが相次ぎ、
全く仕事にならないそうだ。当然、動画に出てきた西山に対しても怒りの声が殺到しているらしい。なあ、頼むよ。会社は今、危機的状況なんだよ。もし気に障ったことを言ったのなら謝る。この通りだ。もう遅いですよ。削除したところで、一旦ネットに広がったら削除が難しいのは部長もご存知でしょう。言っておきますが、この電話のことも妻が知ったら拡散されますよ。そう言うと、隣のマミに向かって親指を立てた。こうして全国的に大きく取り上げられたことによって、会社は悪い意味で有名になってしまった。さらに西山は特定班によって学歴詐称していることが暴露されてしまい、同時に会社の悪質な経営体質も明るみとなった。話によると、西山の東京大学出身というのは嘘で、田舎の三流大学しか受からなかったらしい。かなりの学歴コンプレックスがあったらしく、こんな自分でもやれるんだと何が何でも結果を残そうと部下たちに無理難題を押し付け、死に物狂いで結果を出そうとしていたらしい。やたら横文字を多用した会話をしてみたり、エリート部下を引き連れていることを自分は賢い、かっこいいと勘違いし、自分に酔っていたそうだ。俺を目の敵にしていたのも、中卒の俺が周りから頼られていて焼き餅を焼いていたらしい。なんとも子供じみた話だ。たちの悪いことに、社長はそんな西山の言動や行為をしてきたことを長年黙認し放置してきた。しかも何か問題が起きれば、それはすべて社員に責任転嫁させていた。俺がことあるごとに相手に土下座をさせられていたのも、社員に無理をさせていた体制があったからこそである。それにしても、中尾さんが手回ししてくれなかったら、転職もうまくいきませんでしたよ。本当に感謝しています。会社の騒動から数ヶ月、元同僚から久々に会いたいと言われ、飲みの席で心からお礼を言われた。今、会社は倒産の危機に陥っているらしい。ブラック企業というレッテルを貼られてしまった会社は退職者が続出。いくつもあった取引先からは軒並み契約を切られ、謝罪行脚に向かうも門前払いを食らう始末なのだという。西山は懲戒解雇処分を受けた。転職活動をしようにも今までの横暴な振る舞いや言動がすでにネットで拡散されてしまっているため、相手にもしてくれないらしい。実は動画を上げる前、元同僚たちに会社の悪行をネットに暴露することを伝えていた。彼らには何とか火の粉から逃れて欲しかったのだ。この計画を聞いたとき、彼らは驚き以上に俺や家族のことを心から心配してくれたが、最後は快く了承してくれた。幸いにも取引先で彼らの頑張りを買っていてくれたところが数社あり、会社が炎上する前に転職することができた。いやいや、俺は自分ができることをやっただけで転職できたのは君の実力だよ。そうして俺は彼と杯を交わしたのであった。この暴露動画をきっかけに、マミの動画はかなり注目されるようになり、アップされるごとに動画再生回数も伸びていった。おかげさまで動画の投稿で生活ができるようになり、マミはホクホク顔でパソコンに向かう毎日だ。マミには随分と迷惑をかけたと思っていたが、終わり良ければすべてよし。俺は一生マミには頭が上がらないだろう。社会に出ていく上で、どうしても人を学歴で判断してしまいがちである。俺もいろんな人から散々中卒であることを馬鹿にされてきた。だからこそ俺は誰よりも人一倍誠実であろうと心がけた。
土下座の中尾という不名誉なあだ名をつけられようとも、自分の仕事に責任を持ってやってきた。西山のような若い者からすれば、時代遅れだと思われるかもしれない。横文字ばかりを多用することで、かっこいいと思われたい気持ちもわかる。だが、そこに相手に対する思いがなければ、ただの一人相撲にしかならない。時代は移り変わっていくけれども、どんな時であっても、結局は自分次第であるということが、少しでも次の世代に伝わってくれたらいいと、切に思っている。せめて、この子だけでも、一晩泊めてもらえませんか？真冬の深夜、俺のボロアパートの前に現れたボロボロの格好をした親子。今にも消え入りそうなこの親子を放っておくわけにはいかない。じゃあ、一晩だけ。俺がそう言って、改めて親子の顔を見ると、驚くほど整った顔をした美人だった。高鳴る鼓動を抑え、俺はその親子と一晩を共にすることになる。俺の名前は田所匠。金なし、趣味なし、彼女なしのアラサー野郎だ。ついでに社畜。母子家庭で育った俺は、まあ、テンプレ的な貧乏家庭で育ったわけだが、母親の涙ぐましい努力のおかげで、高校まで行くことができた。高卒で働くつもりだった俺に、大学卒業して、いい会社で、しっかり稼いで、母ちゃん楽させてよ。そんな、酒焼け声に尻を叩かれ、大学受験に挑んだ俺は、無事大学に合格。卒業と同時に、奨学金という借金を背負って、現在、社畜街道をだらだらと歩いている。働き出してから俺は、毎月母ちゃんに少ないながらも仕送りをしているが、俺の尻を叩いた当の本人は、今も元気に酒焼けした声で働いているため、まだまだ私も若いんだから、あんたに頼んなくっても大丈夫だ。なんて強がっている。それでも、毎月の仕送り後には、ありがとうといつまで経っても慣れない LINE が届くあたり、我が母ながらちゃっかりしている。たまに帰省すると、たまに帰ってきたらいいもん食わせてよね。そう笑う母ちゃんの目尻のシワは毎年深くなっている気がする。そんなこと言ったら、粗暴な母ちゃんはきっと俺の頭を叩くだろう。学のない母ちゃんが女で一つで俺を育てるのは大変だっただろう。大学にさえ行けばずっといい給料で、ずっと楽な暮らしができるはず。そう思って、俺を大学まで行かせた母ちゃんには、俺が低賃金で、馬車馬のごとく働き、奨学金の返済もギリギリで暮らしている現実を愚痴ることはできない。悲観的に聞こえるかもしれないが、母ちゃん譲りの俺の性格は、生きてるだけで丸儲け、なるようになるさ。自分で言うのもなんだが、お気楽な事なかれ主義だと思う。この性格のおかげか、金がないこと以外は、まあ、うまく人生を過ごしているのではないだろうか。パッとしない、漫画の主人公にはなれないモブキャラとも言える。ただ、モブキャラというのは、現実世界にとってはとても重要で、こいつらが世の中の秩序を守り、理不尽に耐えることで、世界は回っている。主人公だけの世界なんて、あるわけがないのだ。酸味。12月24日、深夜1時。会社の忘年会というのは、ほぼ強制参加だ。社畜の俺も、もちろん参加しないわけもなく、ただでさえ忙しい年末に、さほど好きでもない酒を、よく知りもしない会社の人間たちと飲み交わし、ほろ酔い状態で、白い息を吐きながら家路についていた。酒でほてっていたはずの熱はいつの間にか冷え切っていて、体の芯から冷えるような寒さに雪の気配を感じる。先月半ばに、今季は暖冬となりそうです、なんて言っていた天気予報士のお姉さんは、明日のテレビで
なんと言い訳するのだろう。明日起きたら大雪で電車止まんねえかな。社会人が雪で期待すること1位と言っても過言じゃないであろうことを考えながら、我が城、築35年を超えたオンボロアパートに到着した。カンカンと音の鳴る階段を極力音が鳴らないように登る俺に階段の下から声がかかる。まさかこんな深夜に人から声をかけられるとは思わず、しかも足元からの声にビクッと体がこわばった。階段の軒下の暗闇にいたのは女性だった。しかもその横にはさらに小さな人影が寄り添っているように見える。なんでしょう。さすがに深夜に声をかけてくる人間に警戒心が湧き上がる。家に入れてくれませんか？頭の中を整理しようとすると、一晩、いえ、電車の始発前、駅の構内に入れるようになる時間までだけでいいんです。慌てて階段下まで走り込んできた女性が食い下がる。壁の薄いアパート前で深夜に揉め事を起こすのは勘弁願いたい。階段上まで登り切った俺は、はぁと白いため息を吐き、声の方を振り向いた。先ほどまで暗がりでよく見えなかった女性の姿が、チカチカと点滅する蛍光灯の明かりでぼんやりと見ることができた。すげえ美人。思わず目を見張るほどの美しい女性に言葉が詰まる。せめて、この子だけでも、お願いします。そう言って彼女が抱き寄せたのは幼い女の子。母親譲りなのだろうか。色素の薄い色白の幼女は薄暗い中でもわかるほどブルブルと震え、色白の肌が青くさえ見える。哀れな母子が寄り添う姿は悲壮感が漂い、不謹慎にも俺にはそれが神秘的に映った。マリア様かなんかの絵画見て、この時の俺の頭は寒さで冷めたと思った酔いが完全には冷めていなかったらしい。じゃあ、一晩だけでよければ。自分の頭をボリボリとかいて出たのは一泊の許可。視界には白い雪になりきれないみぞれ雨が降り出していた。それから数日後。お帰りなさい。ただいま。仕事から帰宅した俺を出迎えたのは、イブの夜に拾った美しい女性、小田木アンナだ。一泊限定の宿屋のはずだったオンボロアパートは、今も母子の宿屋となっている。あの日、酔っ払った頭で家に入れてしまった母子は、明るい照明の下で見れば、かわいそうなほど痩せていて。聞けば、1週間以上、ホームレスのような生活をしていたのだという。持ち金が底をついてきた頃に、あの雪が降るほどの寒い夜を迎えてしまったらしい。酔っ払って浮かれた思考だったとはいえ、一度拾ってしまった母子をほっぽることができるほど、俺は非常な人間ではない。ただ、母子がまとっている衣服がそこそこ小綺麗なのは、もともとはいい暮らしをしていたのではないかと推測できる。こんなべっぴんさんが子供と共にホームレスになってしまった事情が気になるところだが、それを知ったとこで俺には何もできないので、特に聞いてはいない。何よりこれ以上知るのはさすがにめんどくさい。つむぎちゃん、ただいま。お帰りなさい。アンナの娘のつむぎちゃんは5歳。この少女はとてもおとなしかった。幼稚園くらいの子供ってこんなにおとなしいもんなのか？母ちゃんに怒鳴られても鼻を垂らして走り回っていたような自分と比べるのもどうかと思うが、おとなしすぎるように思える。それどころか、この年にして、俺の目を気にして遠慮しているようにさえ感じるのだ。そしてたまに驚くほどに大人びた喋りをする。遠慮なのか、警戒なのか。この数日で、この子の笑った顔を、俺はまだ見たことがない。今日もうまそう。たくさん食べてくださいね。小さなテーブルには、
毎日夕食が準備されるようになった。母子をそのまま家に置いているのは、この食事があるからと言ってもいいかもしれない。正直、母子2人がプラスされたのは、金銭的にかなりきついのだが、まあどうにかなるだろう。深く考えないのが、俺の長所だ。食卓には、食欲を刺激する香りの生姜焼きが置かれている。こうして、毎晩のように温かな夕食を俺と母子の3人で囲む様はまるで、家族団らんの食卓ってこんな感じなんだな。思わず口をついた言葉に、俺の前で食事をしていたアンナが、きょとんとした顔で俺を見た。いや、うまいね、生姜焼き。俺は慌てて生姜焼きを口に頬張ってみせた。みんなで食べるご飯って美味しいですよね。母子家庭だった俺は、家族で食卓を囲んだ経験がない。母ちゃんは仕事で夜いないことが多く、一人で飯を食うことが一番多かった。俺の言葉を特に否定することなく、ふんわりと笑ったアンナに、俺はどこかくすぐったい気分になる。悪くねえ。気恥ずかしさをごまかすようにすすった味噌汁の優しい味は、俺好みだ。夕食を終え、俺が動画を見ながらダラダラしていると、部屋の隅でカチャカチャと心地のいい音を立てるつむぎちゃんに気がついた。ここ数日、幼児が読むには早すぎると思われる小難しそうな本を読んでいる姿しか見ていなかったので、何をしているのかと気になり、声をかけた。つむぎちゃん、何それ？パズル。声をかけられて、驚いた様子のつむぎは、少し躊躇しながら手元のものを見せてくれた。パズルといっても、ピースをはめて絵を完成させるパズルではなく、木でできた様々な形のピースを指示されたピースのみを使い、型の中にはめていくというものらしい。遊び方は簡単な、いわゆるチーク玩具に、俺は好奇心から、つむぎに説明をしてもらい、このパズルに挑戦してみた。が、難易度を上げると、これがかなり難しい。大人げもなく、パズルの前にあぐらで座り込み、頭をひねる俺に、つむぎは最初こそ戸惑っているようだったが、次第に一緒になって遊び出した。これをこう。うお、すげえ。最終的には高難易度なものも、サクサクとピースをはめていくつむぎに、俺は自分で考えるのを放棄して感心してしまった。つむぎ、変？変じゃないよ。こんな難しいの簡単にできんのすげえよ。俺にはできないもん。俺の声に不安そうな瞳を向けていたつむぎの表情は、パッと明るくなった。初めて見る笑った顔は、年相応に見えて、その顔になんだか俺まで嬉しくなって、俺たちはパズルで一緒に遊ぶのを続けた。その日からは、俺への警戒心が和らいだのか、つむぎは俺とよく話してくれるようになった。たっくん、これ見てもいい？つむぎが指さしたのは、プログラミングやウェブデザインの本。無趣味な俺が何か身につけようと、何年か前に思いつきで買った本だ。5歳のつむぎには難しすぎるようにも思うが、特に断る理由もないので、とりあえず一番簡単であろう小学生向けの初級本を勧めておいた。他のも好きに読んでいいよ。このパソコンも好きに使っていいぞ。俺はせっかくならと自宅で埃をかぶっているノート PC も渡す。まあ、積むの暇つぶしになればいいか。そんな軽い気持ちで渡したが、この日からつむぎは本と PC に夢中になっていった。この年は未曾有の年となった。新型のウイルスが蔓延したことで世界中がパニックに陥ったのだ。日本でもそれは同じで、2月の中頃には様々な会社でリモートワークが実施され始め、旅行関係の総合職をしている俺もリモートワークとなった。お昼食べますか？昼の12時を過ぎ、2K のアパートの一部屋で仕事をする俺に、襖を少し開けながらこそっと聞いてくるアンナ。今お昼休みだから普通に話して平気だよ。そう言って
俺はアンナが作ってくれた昼飯を食べることにした。確認したい資料を持ったまま、テーブルの前にあぐらで座ると、目の前にオムライスが用意される。贅沢ランチだな。ありがとう。普段カップ麺などで済ませていた昼食が、リモートワークで思わぬグレードアップをした。アンナの作る料理はうまいので、これだけは素直に嬉しく思う。喜んでもらえてよかった。書類にケチャップがつかないように気をつけてね。以前よりも砕けた口調で話すようになったアンナは、何を食べてもうまいと食べる俺の様子を見ているのが楽しいらしく、今日もお茶を飲みながら、ニコニコと俺の食べる様子を見ている。それ、匠くんの勤めてる会社名？ふと、俺の書類に目が止まったらしいアンナが、記載されている会社名を尋ねた。そうだよ。会社名言ったことなかったな。書類を見ながらの俺の返答に、アンナが何も返さないため、不思議に思った俺は、アンナに目を向けた。どうした？顔色。なんでもない。なんでもなくないだろう。明らかに動揺しているのに、隠そうとするアンナに、かぶせるように再度問いかけた。その会社の社長の息子、紬の父親なの。十分な間を置いてから、アンナはそう言った。は？金山社長の息子さんのこと？紬の父親って、アンナと金山社長の息子さんは、結婚してたってこと？いや、俺の知る限り、あの人は独身のはずじゃ、と疑問符だらけになる。結婚はしてない。籍を入れた事実もない。父親であることは間違いないけど、認知もしてくれてない。続いた内容に頭がついていかず、言葉が出ないが、もうすぐ昼休みが終わることに気づき、続きは夜にと言って、一旦話を終わりにした。午後の仕事は、先ほどのアンナの言葉が頭をぐるぐる回り、あまり集中できたとは言えないが、なんとか終わらせて、紬が眠った21時頃に話の続きを聞くことにした。私、あの人の秘書だったの。俺の会社の社長の息子、金山健は、うちの会社の役員という形になっている次期社長だが、別の会社を経営している。アンナは、その会社で社長秘書をしていたという。秘書として働くうちに、二人は深い仲になっていき、社長から恋人という明確な関係を示されることもなく、続いた関係に不安を感じていた頃に、紬を授かった。金山にそのことを告げると、産む気でいるの？まるで仕事の報告を受けるように確認され、アンナが産みたいという意思を伝えると、じゃあ僕のマンションで暮らそうか。認知？するよちゃんと。全部僕が時期を見て手続きするから、安心して。そう言われるまま、金山のマンションに住み、そのまま紬を出産した。順調に見えた生活は、紬が3歳になって、保育園に行き出してから崩れ出したという。金山がほとんど家に帰ってこなくなり、紬が4歳になる頃、他の女性との結婚話が出ているということを告げられた。ここに至るまでに、アンナと籍を入れず、紬のことを認知さえしていなかったのだ。金山には妊娠中に何度も問い詰めていたという。ただその度に理由をつけてはぐらかし、それでも食い下がったアンナに言ったのは、あんまり聞き分けないならマンション出て行きなよ。子供の認知はしないよ。いいの？父親のいない子供なんてかわいそうだよね。僕の言うことをちゃんと聞いてくれるなら、認知もするし、タイミングを見て、親にもちゃんと言って、入籍もするよ。どっちがその子のため？問いかけるように柔和で選択肢を与える言い方は、実に残酷だ。そのうちにアンナは洗脳されたように金山に何も言わず、その異常さもわからなくなってしまっていた。そんな状態で、紬が5歳になった去年の12月、何も持たないままマンションから追い出されたのだ。
すでに両親が他界していたアンナには頼れる人間はおらず、俺と出会うまでの1週間以上、ホームレス状態で生きてきたというのだ。アンナの話を聞いていた俺は、つぶやいた。ありえねえだろ、そんなの。泣きそうな顔のアンナが、へらりと笑ってうつむいた。私が悪いの。籍を入れてほしいことも、妊娠中はずっと言い続けてたの。でもその度にはぐらかされて、食い下がったら、紬を認知しないって言い出して、最終的に何も言えなくなってた。紬のためって思って言えないで、ちゃんとしてこなかった。結果的にそれが、一番あの子を傷つけることになっちゃって、本当バカだよね。そんなになるまで、あんな人のことを信じて、母親失格。細い腕が震えるほど、自分の手をぎゅっと強く握るアンナの姿が痛々しい。金山さんのことはよく知っている。俺が知る限り、社長の息子ということを鼻にかけず、部下にも優しく接してくれる人だ。アンナの言うことは本当なのだろうか、別人なのではないだろうか。とりあえずさ、金山さんと話そうよ。俺、金山さんと面識あるから、なんとか時間作ってもらえないか頼んでみるよ。うん。でももう住んでたマンションは解約されてて、彼の会社に直接行くしか。俺がアポを取り付ける。ちょうど今週の出勤の日に役員会議があって、うちの会社に金山さんも来るはずだから。そこで声をかけるよ。だから待ってて。でも、匠くんをこれ以上巻き込むなんて。もう今更じゃね。乗りかかった船だろ。うん。ありがとう。数日後、週1回程度になっている出勤日。この日は役員会議がある。俺は会議が終わるのを待って、金山社長の息子に声をかけた。金山さん、少しお話よろしいでしょうか？田所くん、久しぶりだね。どうしました？そこまで大きくはない会社。総合職で事務フロアにいる人間の名前はしっかりと覚えてくれている。上司として好印象の男だ。柔らかく話しやすい雰囲気のコミュニケーション力のある人で、正直俺は悪い印象がない。いや、なかった。昨日アンナの話を聞くまでは、衝撃的だったあの話が全て本当だとすると、相当なゲス野郎ということになる。今こうして声をかけても、本当にこの人がと、半信半疑だ。近いうちにお時間いただいて、会ってもらいたい人がいるのですが、僕にかい？どこかの取引先？いえ、小田木アンナという女性です。不思議そうな顔をしている息子の表情の変化を逃さないように、まっすぐ顔を見て、その名前を出した。あっちの部屋で話そうか。顔は笑ったままだが、柔和な雰囲気が一気にトゲトゲしいものに変わったように感じる。こいつは、ゲス野郎で間違いないかもな。一番小さなミーティングルームに入って、早々に口を開いたのは息子だ。で、その女性はなんで僕と会いたいのかな？おそらく、俺がどこまで知っているか、測りかねているのだろう。彼女と金山さんとの関係であれば、彼女の要件には見当がついてると思いますが。どこまで知ってる？君は、彼女とどんな関係？彼女とその娘が現在の状況になるまでの経緯は、彼女とは友人です。君は何が目的？警戒し、下手な言質を与えないために言葉を選んでいるのか、聞きたいことだけを端的に聞いてくる。彼女との話し合いの場を設けてもらうだけです。断る。必要ない。冷たい言葉に、俺は思わず反論してしまった。実のお子さんなんですよね。養育費を払う気もないんですか？なんだ、結局金を出せってこと？僕の子供って彼女が言ったの？僕の子供って証拠もないのに、なんで金を払うと思ったの？彼女に認知するって約束したんですよね。
え？僕そんな約束したの？それも彼女が言っていたの？契約書がないものは保証されないよ。これ、契約の基本だって君ならわかるよね。それは、君が騙されてるとは考えなかったの？彼女美人だよね。いろんな男が騙されてそうだ。こぶつきでもあの顔があれば稼げそうだよね。あんた何言ってんだ。半笑いのゲスすぎるセリフにさらに煽られて、俺は感情的になっていた。そう怒るなよ。冗談だよ、冗談。そんなに怒るなんて、ずいぶん彼女に入れ込んでるんだね。まあ僕には関係ないけど、とにかく僕に彼女と会う義務はないからね。話は終わりだと言いたげな金山に俺は問いかけた。社長はこの件ご存知なんですか？僕を脅迫するつもりかな？金山の顔から初めて笑みが消えた。バカか俺は。これじゃ完全な握手だ。そう思っても出てしまった言葉はもう取り消せない。上司を脅迫ね。君、自分の立場分かってないでしょ。金山は再び柔和な笑みを浮かべて部屋を出て行った。翌日、リモートで自宅勤務中の俺の PC に届いたのは解雇通知だった。やっぱりな。そう来ると思った。懲戒解雇で来るかと思ったが、それだと不当解雇として、こちらが訴えてくると考えたのか、俺の勤務を労働の約束違反とした上での普通解雇にするあたり、用意周到といったところか。正直、この普通解雇でも書面で通知せず、メールなんかで通達していることも含めて、不当だということは可能だ。だが超大手ならまだしも、ブラックな中小企業に対してそれをやるのはかなり骨が折れる。しかも、この処分を下した相手は会社役員であり、次期社長の金山健なのは分かりきっている。分が悪すぎるだろう。規定通りの退職金と、解雇までの残り1ヶ月の有給消化をしての1ヶ月分の給料も確約されているだけマシかもしれない。はあ、参ったな。PC メガネを外した俺は天を仰いで一人ごちた。私のせいで、本当にごめんなさい。俺が自分で首突っ込んだんだから、別にアンナは悪くないって。俺はどこまで話すか悩んだが、これからのことを考えても言わないわけにはいかないので、解雇になったことまで話した。泣きそうになりながら頭を下げるアンナに、俺は金山とアンナの話し合いの場を持てなかったことを詫びた。もういいの。このままうじうじしていられない。紬のためにも、助けてくれた匠くんのためにも。アンナの中で俺のためというカテゴリーがあることに驚いた。俺は何もしてない。いや、宿貸してるから、一応なんかはしてるけど。でも、うまい飯作ってくれてるし、パート代ももらってるから、ほぼほぼチャラだろ。だから気にすんな。ありがとう。本当に。やっと笑ってくれたアンナにほっとする。さーて、これから再就職だ。もうちょい条件いいとこ探すか。と、口では気楽に言ってみたものの、俺は内心焦っていた。今のこの状況じゃ、次の仕事にすぐ着くのは難しいかもな。退職は3月末。あと1ヶ月以内で中途採用をしてくれる会社を探さなければ。しかも解雇された身だ。面接にこぎつけるまでに苦労するのが目に見えている。そして何より、今年のこの世界情勢。どの業界も混乱している可能性が高い。現に旅行関連の会社はすでに影響が出だしている。ねえ、匠くん。会社を自分で立ち上げる気ない？は？視線を宙に漂わせ、思案している俺に提案するように聞いてきたアンナの言葉に、俺はポカンと口が開いてしまった。やるって、何の会社？漠然としすぎている突然の企業話に、とりあえずアンナが言わんとしていることの先を促すことにした。匠くんに見てほしいものがあるの。そう言って、アンナは隣の部屋で
いつものように PC を触っている紬を呼んだ。紬、たっくんとこれをやりたい。紬は PC を開き、俺に画面を見せてきた。これ、嘘だろ？するでしょ？一発逆転。俺のリアクションににんまりと笑うアンナの表情は、今まで見たことのないくらい明るく楽しそうだ。紬も一緒に作戦開始。あっけに取られていた俺は、二人の楽しげな姿に笑ってしまう。そうだな。三人で一緒に一発逆転の人生丸儲け、目指してみるか。ここまで来たら、なるようになるだ。俺は、この賭けに乗ることにした。それから1年近く経った。俺たちが始めた事業は、順調そのものだった。俺たちが立ち上げた会社は、いわゆる EC サイト。これまで観光地の現地でしか販売していなかった土産物や、宿泊施設の食事などに目をつけ、それらをメインに取り扱っている。はじめこそ、観光協会や宿泊施設、鉄道関連などに営業をかけるために奔走したが、一向に収まる気配のないパンデミックで、外出自粛ムードが続いたこの1年は、様々なところと契約することができた。これに関しては、前職が役に立っているとも言える。立ち上げから1ヶ月もしないうちに形となった会社は、幸か不幸か、この世界情勢があって成功したのだ。そこから会社の事業を少し広げ、それも軌道に乗ってきている。そして、この会社の立ち上げのきっかけになったのは、紬のおかげだった。紬は、ある種の天才だった。俺の持っている本や PC を使い、独学でサイトを立ち上げ、EC サイトで取り扱う商品を決めた。紬は、世の中の流れを見ること、先を見ることに長けていた。もちろん子供の発想なので、突飛すぎる非現実的な提案や、穴のあるウェブ構成など、まだまだ完璧とは言い難い、荒いものも多かったが、その発想力や早すぎるプログラミング能力には驚かされた。会社は俺を代表としているが、実質、手掛けるきっかけとなった事業の発案は紬なのだ。細かな作業や客先との取引に関しては、アンナという優秀な営業兼秘書がついてくれている。順調そのものに見えるが、会社の立ち上げ当初は、俺も頭を悩ませていた。それはやはり資金の問題。今や、資本金0円から起業できる時代といえど、会社の設立にはそれなりに金がいる。俺の少ない貯金や退職金で簡易的に起業できたとしても、手元の金がマイナスではこの先不安すぎた。家賃、食費、奨学金の返済。生きていくのには金がかかる。そして母親への仕送りもできなくなる。俺は母親に会社を解雇になったことや、会社の起業を考えていること、仕送りができなくなりそうなことを電話で告げた。あんた、起業するって、そんな状態でお金はあんの？まあ、なんとかなるだろう。とりあえず、母ちゃんの生活は大丈夫そうか？仕送り難しくなるけど。あんた、母ちゃんなめんじゃないよ。あんたに頼らんでも大丈夫って言っただろ。強がってんじゃないよ。バカだね。後日、母親は俺に金を渡してくれた。それは、俺が働き出してから母親に送っていた仕送りと、ほぼ同額だった。成功したら、海外旅行でも連れてきな。あと、そのうち、あんたの大事な子たち連れて、こっちに顔出しな。もう本当に、母ちゃんには頭が一生上がらないだろう。すげえな、ツム。これ面白いよ。久々に3人で定食屋に昼を食べに来た俺たちは、マスクをしたまま、アクリル越しに会話をする。このスタイルにもだいぶ慣れてきた。俺の手元のタブレットに映っているのはパズルゲーム。これは、紬が作ったオリジナルの無料ゲームだ。紬のプログラミング能力は、さらに上達していた。今度はね、もっと物語のあるゲームも作りたいの。これまた大きな夢だ。いや、この子ならやりかねない。
今年から小学校に入る紬は、この1年で信じられないほど成長した。見た目が少女になっていったのはもちろん、話し方ももともとしっかりしていたが、さらに大人びたようだ。会社が軌道に乗って間もなく、俺たちはあのオンボロアパートから引っ越して、ちょっとだけ小綺麗なマンションを2部屋借りた。金銭的に余裕が出て、もう俺と一緒に住む必要はなくなったことは少し寂しく感じたが、アンナが結局あなたの部屋で仕事することも多いから同じマンションに住むと言ってくれたのが嬉しかった。先月ね、発達支援センターの人に勧められて、紬と一緒にメンタルクリニックに行ったの。そこでウェクスラー式知能検査っていうのをやって、ギフテッドじゃないかって言われたわ。紬は俺やアンナなど気心が知れた人とは気楽に話すことができるが、知らない人や同年代が集まる場所では、周りのペースに合わせることが難しく、うまく話すことができない嫌いがあった。アンナが紬に対して他の子と比べるとどこか違和感があると感じたのは3歳頃だったらしい。何かに没頭した時に周りが見えなくなってしまうことや、話す言葉の成長が早いと感じていた。逆に保育園では癇癪を起こすことが多かったようだ。他にも先生の指示通りに行動ができず、自分のやり方を押し通そうとするなど、協調性が薄いとも言われていたらしい。金山はそんな紬のことを気持ち悪いと言い放ったらしい。発達障害の出来損ないだと。ギフテッドは気持ち悪いのかな？まだギフテッドについてはよく理解していない紬がうつむく。なんで？紬は気持ち悪くなんかないのよ。アンナが慌てて紬の顔を覗き込む。物心がついたかついていないかの子供に向けられた憎悪は、今もこの子をひどく傷つけていたのだ。だって、紬が変で気持ち悪いから、ママと紬は捨てられたんでしょ？俺は忘れようと努めていたあの男への怒りが、久しぶりに湧き上がるのを感じた。紬が他人と馴染むことが難しいのは、人の感情に敏感になりすぎた結果なのかもしれない。ツムは気持ち悪いなんてことねえよ。たくさん話してくれて、俺と一緒にゲームしてくれて、俺と一緒に仕事もしてくれる。すごいやつじゃん。俺の言葉に、目に涙をうっすらと浮かべた紬が顔を上げた。本当？俺はツムに嘘つかねえよ。なあツム、ギフテッドって言葉どこから来たと思う？知らない。意味があるの？ギフテッドって贈り物が語源なんだよ。ツムの才能は神様がツムにくれたギフトだし、ツムは俺やアンナを幸せにしてくれるギフトそのものだよ。その言葉に、紬の大きな瞳からボロボロと涙が溢れ出した。たっくん、ありがとう。紬、ママとたっくんが幸せだと嬉しい。涙をこぼしながら、俺に向けられた紬の表情に、胸がぎゅっと甘く切なくなる。これが不正ってやつなのかね。紬の隣で少し鼻の頭をあからめて、目を潤ませているアンナと目が合う。ありがとう。小声で言われた言葉に、また胸が甘くうずく。これほどまでに、マスクとアクリル板を疎ましく感じたのは初めてだ。その数日後、思いもよらない人物から俺にアポが入った。お久しぶりですね、金山さん。俺が訪れたのは金山県の会社だった。わざわざご足労いただいて申し訳ないね。元気そうでよかったよ、田所くん。マスクをしていてもわかる嫌な笑みだ。君たちもね、アンナ、紬。そう、なぜか金山はアンナと紬を連れてくるように言ってきた。俺は断固拒否するつもりだったが、アンナはそれを了承したのだ。ここに来るまでにも散々ごねたが、たっくん、ママの意志は変わんないから諦めなよと、俺よりも落ち着いているツムになだめられてしまった。ご用件をお願いします。こんなとこからはさっさと撤退したい。俺はすぐに本題を言うように促した。
なんだい、冷たいね。久々の家族の再会に水を差すなんて。その言葉にピクリとアンナが反応する。要件は？俺は要件以外聞く気がないことを強調するように再度問いかけた。まあいいか。話は簡単だ。君の会社の事業をうちで買い取りたい。事業買収か。予想していた通りだな。それはお父様の金山社長はご存知のお話なんでしょうか？父には言っていないよ。これは僕の会社の問題だからね。父の会社とは無関係だ。しかし、こちらの会社の大株主はお父様であるはずです。おそらくだが、この会社の出資にも父親が関与しているはずだ。父親の知らぬ間に済ましてしまおうという魂胆が目に見えている。君のような弱小会社が逆らえる立場にあるとでも？私はもうあなたの部下ではありませんよ。従う理由がありません。会社の代表としてそのご提案に回答します。うちに利益がありません。お断りします。俺の沈着した態度に金山の弧を描いた目元がすっと切れ長になる。噂で聞いたよ。君の会社のこと。アンナと紬が随分役立っているんだってね。さすが僕の娘だよね。優秀だ。君の元にいるより、僕といた方が十分な教育を施せると思うんだ。アンナと横に座る紬に向き直し、マスクを顎まで下げると、ニコリと微笑んで続ける。ねえアンナ、今度こそ籍を入れよう。紬も本当のお父さんと一緒に暮らしたいだろ。小学校でシングルマザーなんてかわいそうだと思わないかい？俺は怒りのあまり、手から血が出るんじゃないかというほど、膝の上で拳を握りしめていた。その拳の上に、アンナの白く冷たい手が置かれた。申し訳ありませんが、おっしゃってる意味がわかりかねますね。なんであなたと私が結婚すると思ったんですか？この子の父親はすでに他界しています。この子の姓はずっと、おたぎです。金山だった過去はありませんよ。は？アンナ、一体何を言ってるの？君は僕と結婚したがっていたでしょ？その子の父親は僕だろ。アンナの感情のこもらないセリフに、金山が憤りと焦りを見せた。紬、パパと一緒に暮らしたいだろ？おじさん、はじめましてですよね。感染対策した方がいいですよ。話すなら、マスクしてください。すがるように目を向けられた紬は、さらに感情のこもらない注意喚起を浴びせた。このご時世感染対策、大事だよな。俺は思わずふっと笑ってしまった。まさか、金山が典型的な、別れた女はずっと自分を好き、だと勘違いしている男の一人だとは、やばいやつすぎるだろう。紬の言葉に、鳩が豆鉄砲を食ったような顔をした金山は、顔を真っ赤にして、マスクを鼻下まで引き上げた。話にならないようだね。じゃあ、この話はなかったことにしよう。弱小 EC サイトなんて、いつでも潰せるってこと、分かってないみたいだね。さらに苦し紛れの脅しをしてこようとする金山の言葉は、応接室のドアが開くと同時に、響いた低い声に遮られた。お前にそんな力があるとは、初耳だな。そこに立っていたのは、金山の父親であり、俺の前職の会社の社長。金山勲だった。父さん、なんで？俺の目を盗んで事業買収か。そんな資金がお前の会社に残っていたのか？新規事業を取り入れれば立て直せるはずなんだ。だから、今こうしてこちらの田所くんと話を。黙れ。この会社はもう無理だと散々言っただろう。金山の会社は昨年からの不景気の煽りを受けて、倒産ギリギリまで追い詰められていたのだ。それをどうにかしたいがあまり、俺の会社に目をつけた。あまりにも幼稚で非現実的な発想だ。こんなのが後継ぎなんて、金山社長には同情する。私が何も知らないと思っているのか？お前がこちらのおたぎさん親子にどんな仕打ちをしたのかも全部聞いている。だから、
こうしてこいつらを俺の家族にしてやろうと思って。ふざけるな。お前はどれだけ腐った人間なんだ。この出来損ないが。ものすごい怒号が部屋に響いた。あまりの迫力に、紬が俺の腕にしがみつく。紬ちゃんだったかな。驚かせて悪かったね。怯える紬に気がついた金山社長は、優しく紬に詫びを入れる。今日ここに金山社長を呼んだのは俺だ。金山の息子の会社がこの1年で倒産寸前に追い込まれていることは事前に調べていた。そのせいなのかは不明だが、婚約者との婚約破棄となったことも以前の会社の同僚から聞いていたのだ。今日の話に察しがついていた俺は事前に金山社長と会いすべてを話していた。アンナと紬の件は本当に金山社長の知らぬことだったらしく、あまりにひどい自分の息子の行動に、最初は半信半疑だったが、紬の写真を見せたことで、金山社長は納得したようだった。あの子の子供の頃にどことなく似ているよ。そうか。ケンが、なんてことを。その声はわずかに震えているようだった。そうして、今日のこの日に金山社長も来てくれたのだ。本当にすまなかった。謝って済む問題じゃない。田所くんも。去年の解雇は不当解雇だ。私が人事にまでしっかり携わっていなかったあまりに、やはり慰謝料を。いいえ、結構です。その代わり、今後私たち親子に一切関わらないと約束してください。私ももう今後弊社に関わらないでいただければ、それだけで十分です。ああ、わかった。ちゃんと書面に残すようにしよう。この話の間、金山社長の息子は、ただ黙ってうつむいているだけで、何も発することはなかった。帰る間際、金山社長が紬に向けた優しい眼差しに、あのバカ息子が間違わなければ、社長はきっと、孫を溺愛するいいじいちゃんになっていただろうな。紬は、父親とも、祖父母とも、二度と会うことがなくなる。本当にこれでよかったのかと考えてしまう。帰路につきながら、俺と手をつないで歩く紬に問いかけた。つむ、寂しくない？問いかけてから自分が踏み込みすぎたことを聞いてしまった気がして、紬の左隣を歩くアンナに視線を向けた。アンナは、ただ静かに目元をほころばせて、こくりとうなずいた。寂しくないよ。だって、ママもたっくんもいるじゃない？あと、たっくんのママも。嬉しそうに呼んだ名前の中に、当たり前のように自分がいるのが嬉しかった。しかもまだ、画面越しでしか会えていない。俺の母ちゃんまで入っている。そっか。ああ、疲れて眠いな。俺はなんでか泣きそうになって、あくびをするふりをして目元を拭った。それから数年、俺たちの会社の経営は、さらなる事業拡大も成功し、事業は安定し、順調そのものだ。もうすぐ紬は小学校4年生。この冬で10歳になった。小学校に入ってからの紬は、同い年の友人もでき、そこそこうまく生活できているようだ。と思っていたのだが。私、アメリカに行く。今日は12月24日。世間は徐々にマスクの意識が薄れ出し、以前までの日常に戻ってきていた。俺たち3人は、俺の部屋でささやかなクリスマスパーティーを開いていた。ケーキも食べ終わった頃に告げられた紬からの突然の宣言。なんで？前々から考えてたんだよ。10歳になったらアメリカに留学したいって。俺が勝手にうまくいっていると思っていた紬の学校生活は、辛いことも多かったようだ。集団での生活を強いられ、学習スピードも足並みを揃える必要がある日本の学校教育は、紬にとって退屈と苦痛が入り混じるものらしい。さらに、人の感情に人一倍敏感な紬は、集団生活の足並みを揃えられない自分の個性が、他の子や教師にどう見られているかを異常に気にする。メンタルクリニックの先生がね、アメリカに
私みたいな子供の教育に特化した学校があるって教えてくれたの。それから自分で調べてずっと考えてた。確かに、俺もギフテッドの教育について、アメリカの方が最先端だということは調べていた。その子の才能を開花させてあげられる。個人個人に合わせた学習をさせてくれる環境は、紬には合っているのかもしれない。だから来年アメリカに行く。そう笑った紬の顔を見て、俺は無意識に涙をこぼしていた。たっくん、なんで泣いてるの？驚いた顔をする紬の言葉に、自分が泣いていることに初めて気がついた俺だが、決壊したように涙が止まらない。ツムがいなくなったら、俺は寂しいよ。もう情けなくても何でもいい。娘が目の前から巣立ってしまうなんて、寂しくない父親なんていないだろ。俺父親じゃねえけど。自分の思考に一人で脳内で突っ込んでいると、涙を流す俺に、アンナがハンカチを差し出して涙を拭いてくれた。私から先に言わなくてごめんなさいね。紬がちゃんといろいろ考えてから自分で伝えたいって言うから。アンナも一緒に行くの？私は日本に残るよ。そんな俺らのやりとりを見ていた紬が口を開いた。たっくん。私はたっくんのことお父さんだと思ってるよ。だからママとたっくんが一緒にいてくれたら嬉しいの。その言葉に俺は驚いて涙が引っ込んだ。俺とアンナが？たっくん、ママのこと好きでしょ？ママもたっくん好きだよね。どもる俺を無視して二人の意思確認を始める紬。大人二人は顔を真っ赤にして黙ってしまった。私に気を使って二人があの頃と変わらない関係を続けてるのなんとなく分かってたよ。互い好きなの分かりやすかったもん。だからこれは私からのクリスマスプレゼント。今日はママは家に帰ってこないでね。ちゃんと戸締まりはするから大丈夫だよ。何をどこまで大人の事情を知っているのか、大人顔負けのアテンドをしやがる紬に開いた口が塞がらない。アンナも顔を真っ赤にしたまま口をパクパクしている。アメリカから帰ってきたら兄弟がいたら嬉しいな。ね、パパ、ママ。にっこり笑って自宅の鍵を持った紬は、おやすみと言いながら部屋を出て行こうとする。クリスマスプレゼントは明日の朝ちょうだいね。ちゃっかりしてやがる。そんなとこ俺に似なくていいのに。紬が出て行った扉を見つめていた俺ら二人は、どちらともなく目を合わせた。お互いの目線がぎこちない。とりあえずちゃんと告白させてくれる？娘にまさかのフライングをされた俺は仕切り直しを申し出た。喜んで。頬に赤みを残したままふんわりと笑うアンナに。やっぱりマリア様見て。俺は出会ったあの日のように見とれていた。あの冬、ボロアパートで出会った美しい母子は、俺にとっての人生最大のクリスマスギフトだったようだ。